よいしょ。昔からずっと味わってる美味しい味で打ちたいなと思って。いつ来ても感動します。長さ結構何度も来るんですけど変わらず美味しいです。最近こんな雪で降っちゃったので、仕込みだけ手伝い来てもらう日もあれば、平日は日によってはワンオペで。おはようございます。あやめです。ほのかに暖かいんですけどピザ屋さんで使ってた場所で3年くらい物置で、こっち側はスキー場の休憩スペースとしてたまたま空いてるっていうことでお話しいただいて、ゆくゆくは長野市内とかそういう市街地にお店を開きたいっていうのが最終的な目標でもあって。なるべくその日に消費できる量で作ってますけど、そういうのもこの場所だからというのはできるのありますかね。そばも身を入れます。これが葉っぱで、これを煮て干してやるとこういう繊維だけが残るんですよ。この葉っぱの葉脈を使うんですよ。大きいでっかい釜で葉っぱを煮るんですけど、重曹を使って溶かして残った繊維をよく洗うんですけど、水できれいに洗ってよく洗わないとこのぐらい白くならないんですよ。つなぎもどうしても貴重っていうところもあって大量に打てない。ゴールデンウィークなんか50食ぐらい用意してきましたけど、30から20とかそのぐらいですね。はい。お湯でちょっと戻すんですよね。これつなぎ 5g です。昔からずっと味わってる美味しい味で打ちたいなと思って。本当地元の師匠が教えてくれた焼き方なんですけど。であと加水もお水を入れる量も多いです。でこのつなぎをそば粉と合わせるために
長い時間で選んないといけないので、最初からこう決まった量の水をジャーって入れちゃうと最初からこう柔らかい状態なんですね。でそれが良くないので少しずつお水を入れてます。つなぎを作る職人さん減ってるので自分でやらないと回らないくらいの状態ですね。だいぶさっきと比べるとよいしょ。でちょっと幅広く切るっていうのがちょっと伝統的な打ち方でもあるので、様子見ながらですけど10分ほど乾燥させる時間があります。このそばには10時20分ぐらいにまた切り始めます。すみません、よろしくお願いします。ミシュランとか料亭とかそういうお店にはもちろんかなえないですけど、そばに合うこうものといえば天ぷら。もともとそばっていうのはもう身近にあったんですよ、私の中では。もともとそばの町で育ったような感じなので、祖父がお蕎麦屋さんがやりたかったっていうのを社会人になって聞いて、道具も一式あったりするのになんかもったいないなってすごい感じてしまったんですよ。じゃあ私が引き継ぎたいなと思って。女性がやってる蕎麦屋っていうので注目はいただいてますけど、正直女性も年齢も私関係ないと思うんですよ。若いのにすごいねって結構言われますけど、正直関係ないと思うんですよね。周りにこうやってる人がいないので珍しいかなと確かに思いますけど。お店にもよりますけど、
の八方に味をいろんな人に広めたいっていう意味で八方美人にさせてもらったのと、背中を押してくれたようなきっかけの人がいたんです。その人が八方さんっていう、営業は一人でやってても陰ながらこう支えながら応援してくれてる人がいるような感覚ではいます。野沢菜の醤油漬けです。これはお待ちいただいてる間に召し上がってます。今日天丼セットでご用意させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。腰がすごいですね。どっちにしましょうか。ここからでじゃあ。同じこと言いますけど、コシが強くてそばの風味も結構分かりやすく。いつ来ても感動します。長さ結構何度も来るんですけど、もう変わらず美味しいです。喉越しがすごい気持ちいいので、食べてても気持ちがいい。あとつゆもやっぱり美味しいですし、それはどうか。はい、ありがとうございます。
大根の千切りとそば粉で練ったものなんですけど。柔らかい感じでも美味しく感じます。カレーうどん、お好みカツ丼そばうどんです。全然また次回ください。はい、どうぞ。はい、すみません。弾力があって美味しかったです。素晴らしい味がして、とてもいい感じですよ。東そばランチ、お好みの天童ざるおうどんです。はい。顔を中心にしてくださいね。顔がメインだ。カレーうどんはできます。はい、カレーうどんもあります。回れ回れ回れ。さささささささ。大エビ天重でございます。おはようございます。そば粉は国産のもので、あとはブレンドをしてるんですけど、そば粉によって色味が違うので、そこは色味をこだわってるっていうのがあるので、お客さんが食べて美味しそうって、まず美味しそうっていう明るめの綺麗な色っていうか、そういうところを目指してますね。
手打ちの方はちょっと値段も別にしていて、そこは本当にこだわったそば粉を取り寄せてやってます。暑いとそば出ますね。ちょっと気温下がるとうどんとかになるんですけど、温度上がるともうざるそばだったりとか、そういったところがかなり出てくるので。明治その創業時、神通川っていう川があって氾濫があったんですけど、大黒さんを作る鋳型が流れ着いたと言われていて、うちの店の前にで、それって富山の空襲の時も焼け残って今もあるんですけど、それが元になって大黒屋っていう名前になったっていう風に聞いてます。もう結構高いですね。70代がメインですかね。60代から70代。東京で5年そばの修行させてもらって、そこで手打ちは全て教えていただきました。で嫌な予感したから、クレハの方戻って、
おはようございます。半分だけで。あ、やりない、こっちにするよね。はい。ちなみに10時半になったら開店の、はい、そうです。ご飯スイッチ入って。山崎さんやります。あ、はいはい。卵焼き出していきます。で今の時間ランチタイムなのでお好みが100円お安いんです。いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。
お願いします。ざるラーメン柔らかめでワンです。お願いします。冷やし純菜のそうめん大でワンです。それとおにぎり昆布小さいの作ってください。お願いします。はい。はい。白いとっくりもらっていい？はい。失礼します。すごいよ、大盛りになったらさ。すごい美味しいですよ。うどんかな。あとそうめん。よく来られますか？はい。一日おき。一日おきです。すごいですね。ざるざるラざるな。はい、お願いします。冷たいそばで始まります。今お伺いいたします。少々お待ちください。はい。すいませんね。いろいろお待たせしました。冷やしそばランチです。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとう。お願いします。ウーバーでお好みの親子冷やしうどん1、おにぎり昆布2です。かけそばオールワンです。顔を中心にしてくださいね。顔がメインだよね。はい。親子丼のお手本。丼上がりました。そうです。そばいいですか？今こうしいたけしたはい、いらっしゃいませ、どうぞ。そば冷たい温かいわ。温かい。ありがとうございます。あ、普通だったから。はいはいはい。今日特製の看板って出とる。
あ、そうですか。一番大事なやつ。はい、入麺どうぞ。お好みのご飯もらえますか。はい、どうもありがとうございます。お願いします。天ぷらそば、かけそばおるわんです。はい。はい。お待たせいたしました。お好みセットの親子でごちそうさまです。こちらが。あ、神戸ですか。一日終わりました。はい、どうぞ。お待たせしました。天ぷらそばです。はい、ゆっくりどうぞ。そう美味しいです。タレが3種類あるもんだから、いろんな味でいただけます。うん。そうです。はい。あ、こっちか。富山の YouTuber 冷やしそばランチ、お好みの天童ざるおるわんです。はい。じゃあまた次回ご予約ください。ました。そばとおにぎりでございます。お待たせしました。はい。はい、冷たいおそばです。はい。はい。
はい、以上でよろしいでしょうか。はい、おいてどうぞ。例の45ですね。繰り返す。どこですか。A の4号です。はい。 A の4号です。はい。これもです。これ嘘です。違うんです。はい、こちら天丼ざるそばでございます。はい。あら、スイカついてるよ。お待たせしました。冷たいお蕎麦のランチです。はい、ごゆっくりどうぞ。はい。開けてみて。開けて。おお、美味しそう。反対だったかな。まあいいや。A の45ですね。はい、天ぷらうどんです。はい、失礼します。まあ、カウンターからこちらどちらでも。はい。他に漬物。ごめんなさい。はい、お願いします。はい。はい、どうもありがとうございます。はい、お待たせしました。そばランチはどちらでしょうか。はい。冷たいの。メインの駅のところになんか何も商業施設何もないんですよ。思いのお客様、はい、すみません。はい、どうぞ。日替わりのお惣菜が美味しかったです。弾力があって美味しかったです。なんかあと2個。雪割りいきます。そうです。雪割りそばなんです。塩の人変えられましたね。塩変えられたの。で、これだけ持ってきます。あそこ吹いたね。ざるそばです。お待たせいたしました。お願いします。冷やしそばランチなんです。山菜そばお願いします。はい。すみません、ありがとうございます。ラーメン750円です。そば
好み2で天丼玉丼そば2です。これは日替わりの冷たいので冷やしそばランチです。カウンターでお願いしますか。そうなんですか。一応テーブル空いてますね。カメラは変わったんですか？やっぱカメラがね、やっぱり結構厚いぐらい撮るんですね。カメラはもう油に弱い。4-3、はい、じゃあこの天丼は4だかな。4だよ。ありがとうございます。山かけいきます。はい。山かけいきます。はい。お願いします。カレーうどん、お好みカツ丼そばうどんです。特選大。はい。はい、天丼。大丈夫です。はい、もう出ていいです。ざるも一枚、みんなざる出して大丈夫です。すいません。最初がそばがワン。よいしょ。お好みのそば3から、その後がカレーうどんとお好みのそばです。で離れてラーメンがお一人様。カレーうどんはできます。はい、はい3出てます。はい。よいしょ。あおさん、そば3つ出していいがん。いいですよ、もう出てます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとご案内します。少々お待ちください。かしこまりました。
また召し上がってください。さっき持ってかんだやつぬるなったから、はい、美味しいや。はい、ごゆっくりどうぞ。皆さんお水お持ちします。特盛りとおにぎりとよく食べに来るんですけどね、ここのそばは他の店と違ってそばらしい味がしてとてもいい感じですよと僕は思っています。よく来るんですよ。大体牛肉そばって食べてるんで、今日は納豆そばにしました。こちらで、ランチしに来ます。美味しいです。本当にコシがあるし、なんていうかシンプルなお蕎麦の味なのでとても食べやすいです。すいません。天ぷら盛りのお2つ。はい。よろしいですか。すみません。はい。これ台の方で。これ台の方で。はい。お待たせしました。特選盛り台でございます。連絡が取った。乾いたり。でも。お願いします。はい、1万円の箱に。こんな感じですね。特盛りごめんなさい。もうあれやな。お願いします。お好みセットまで天丼そば。好みの天丼数合いました。別にお待たせいたしました。カレー丼でございます。いらっしゃい。はい、50円ですね。
お待たせしました。大エビ天重でございます。やっぱり代を重ねるっていうのは非常に大切なことだし、やっぱり難しいことなんですよ。でも将来5代目を継ぐにあたって、そういう覚悟を、修行という形で、東京で5年間修行してきて、で一昨年戻ってきまして、でまだまだ未熟ですけれども、やはり東京で得た知識を生かしながら大黒屋の、130年の歴史にプラスになることを加えててほしいなという期待は持ってます。これだけ続くっていうのは非常に難しい時代になってます。商売やり始めるのは簡単なことですけども、続けるのっていうのはいかに難しいかっていうことをやっぱり多分皆さんお分かりいただけるかなと思います。それを5代目に託しながら代を継いでってほしいなというふうに思っております。ご飯、麺類、もやしとか天かす。格別でした。中華そばも美味しかったです。美味しかったですね。美味しかったですね。ちょっと麺とだいぶ変わっちゃったんで、うちの中華そば2種類とおうどんの出汁ですよね。食材的にはこんな感じで、煮干し2種とで椎茸と干し貝柱と昆布と、スルメ少し。まず1つ目、イノシン酸、グアニル酸、グルタミン酸、この3つのバランス、1つよりも2つ、2つよりも3つってことでうまみの相乗効果ですよね。その辺のバランスを取りながらスープはいつも作ってます。これ煮干し醤油、まともなやつ買うと値段高いんで、こういう割れたやつ、これでも全然お出汁出るので、これもなかなか3キロ入り1万円ぐらいして上削り。中華そばですね。これはサワラ。少しずつ配合を変えながら、一番うまみを感じる。味じゃなくてうまみですよね。うどんには使いません、この舞茸は。お水からゆっくり温度を上げていくんで、煮込まない、もう本当に優しく静かに火入れていくので、水のところで入れますね、これ。おうどんの方ですね。ちょっと分量変わってくるので、はい、これ全部ですね。これがだしの仕込み。少しずついろいろくるので、煮干しとかそういったお出汁の美味しさと鶏ガラで地元の白山昆布の豚のうまみが合わさって美味しい出汁になっていくので、うまみがすごく増してきて、で塩分も少なくて済むんですよ。だから一般的なラーメン屋さんよりうちかなり塩分濃度低めにしてあるんで、
今複合って言って面合わせてこう少し面の強度弾力をちょっとつけてるところです。でまあ2回複合させて今今度は薄くしていくんで。して、まあそれはそれでいいのかな。いつもよりたくさんできる。OK です。これ。もうちょっと上上げるのは上上げますし。よし。おい。はい。醤油入れます。醤油。塩。はい。でここから軽く30分ほど。結構この1時間ほど置いといてまた使う。減ったりするだ感じ。卵です。はい。
します。おーお蕎麦はすごいコシがあって出汁が味が良くてとても美味しかったです。中華そばも美味しかったです、ね、美味しかったですね。美味しかったですね、格別でした。いらっしゃいませ。今引きの先1個作るわ。すいません。これ坂口地区のメンマです。花粉症もあるんで。だし、お醤油とかおだしなくなるまでだいたい火にかけておいて、でそれを真空にします。で真空にすることによってだしをこう染み込ませると。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。あ、そういうこと？ご飯と麺が入ってます。で、ちょっともやしも入ってるやつがちょっと二郎系っぽくなってる。煮手丼一つと、はい、手丼一つあります。はい。ボルガライスのミニ一つ。キャベツも今もめっちゃ高いですから。キャベツもめっちゃ高いです。
お客さんのびっくりを取ってきてください。ぜひ。もうこれやばい。ご飯と麺類のこう合体ってできないから、そば飯とかそういうものはあるけど、ご飯麺類だからとんかつ、もやしとか。お待たせしました。何か丼物を頼んでいただいて、そこにこうセットでこういう美味しいです。はい。ボルガです。タルタルソースカツのもう一つ、かけそばの温かいのもう一つ、ボルガリス右の一つでやらせて。はい、タルタル。はい、すみません、かけそばですね。はい、入れてどうぞ。美味しいの？美味しい。美味しい？よく来られてるんですか？今日初めて。小さいやつは上から乗せる感じで、こうやって感じで。ありがとうございました。よいしょー。そうですそうです。卵は4つ、3個から4個。
眉まだなんで。はい。これ最後の中華も一緒にいけるか。最後の中華もいけるか一緒に。いらっしゃいませ。一つ中華3番一つお願いします。はい、中華。ありがとうございます。足2つ。はい、ありがとうございます。はい、来ました。はい、どうぞ。仕上がってると思います。はい、うな丼です。はい。7名様お待ちです。ごめんなさい、卵とじです。ごちそうさまです。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。濁りとか。本当はこれを3つ並べてやりたいですね。どういうそば用。はい。あ、小盛りですけど、結構野菜も入ってるんで。持ってきて、3番、倒れてきた。3番席。倒れて。はい、どうぞ、お待ちどうさんです。す。
歯ごたえあってめちゃくちゃ美味しいですね。お願いします。毎日粉から引いてるってことですね。そうですね。こんな感じで殻剥いた丸抜きになります。これ。お願いします。ちょうど20年になりますね。お店継いで2代目で戻ってきて、これつくねりってこれまとめて取るんですけども、はい、人気メニューは天ぷらが一番人気ですね。
天ぷらとお蕎麦のセットを頼まれるお客さんが多い。そうですね。天ぷらか鴨、つけ鴨あるんですけど、それ頼まれるお客さんもまあまあいますからね。母親の実家が向かいにあって、でその向かい側に家を建てて、最初は普通に自宅だったんですけど、先代がちょっとここで蕎麦屋やったらどうやっていう話からまあお蕎麦屋を始めたんですけど。うちつなぎ一切使ってないんで、こういう紙に一個一個包んでバットに入れるって形です。風当たると風邪ひいちゃうんで。創業当時から生まれそばでやってます。修行先は二八だったんです。今日なんかは50人前でもお盆とかやったら70とか。あとはヤングコーンとか。遊学館だったでしょ。遊学館の隣健康なんですよ。あ、健康なんや。なんで、みーちゃんここそうで。
17からやって今日は、いつも使っていただいている器を修理したものを持ってきました。これはもうそばっていう一つのテーマですね。淡い色の香り高いそば、それに合うような器を、はい、作ってます。これは天ぷらの天丼です。はい、ここに豪華に盛って素敵になるように作りました。はい、一個一個違うんですけども、それも楽しんでいただければと思ってます。月の皿っていう。そうっすよね。うん。これサバで、ソーダと本ガツオが入ってます。で、メジカ、これも本ガツオです。こんだけなることないから。初めてこう来てそば湯飲んだ時はこれがそば湯か。それは本当ここの売りやけん、宮川の売りやけん。
は結構太打ち好まれて頼みますね。そば好きな人は太打ちに頼むかな。玄明さん電話したら、はい。これちょっとずらい。やってるんですけど、置いてありますか。手作りっぽい。ああ、ほんなんや。それわかる。つけとろ天盛りとつけとろが2つですね。一つは太麺でね。お待たせいたしました。トトトの太打ちこちらで。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。わあ、素敵。太盛りでございます。
天ぷらそば先に。天ぷらお中でどうぞ。はい。おすすめ、天ぷらがおすすめなんです。揚げたてで美味しいとか。ほな天ぷら3つ。まず8番。はい。はい。 8番。はい、行っていって。お待たせいたしました。ちょっと奥から、すみません。後ろから、ごめんなさい。はい、お待たせしました。美味しそうやな。はい、どうぞ。あ、牛魚にか。こんな大きいんだね。天ぷらすごい美味しいと思う。
盛りそばです。どうぞ。かぼちゃさんでした。天丼ってどんな感じですか、お味とか。中身の味がすごく、そのまま出てっていい感じです。キノコがいっぱい乗っとって、うまい。大きいしね、キノコ。でかい。お願いします。はい、天丼。はい、何番ですか。3番お願いします。3番。難しいか。入れますね。こうしていきます。よいしょ。半分ぐらいやるのは、ここから離れられないんで忙しかった。こんなこと一人言わない。はい、大盛り。ありがとう。ごめんね、ちょっと。また戻ってきた。また来た。あ、まだ置いときます。どうぞ。はい、アイス。オッケーです。大丈夫ですか？大丈夫。まあいいよ。いつも通り。うち結構若い子ご存知で、そういう絵も売ってほしいな。盛りやすい。はい。何番？あ、歯ごたえあってめちゃくちゃ美味しいですね。風味もいいですね、そばも。おろしが2つ。
天ぷら盛り合わせ。天盛りそば注文しました。天ぷら美味しかったです。はい。点数いきます。点数何番？2番。はい。2番、はい、9番。うわ。いける。おろしのつゆ出して。はい。6番。おいしい。おいしい。走れ。三つ葉お願いします。盛ります。しました。天まりそばになります。
いただきます。こちらのコップでお飲みください。お水になります。失礼します。下のその皿でいいです。全然やる。ダメ。またそばになります。おつゆをかけてましょう。そば茶プリンです。黒蜜お好みでどうぞ。はい。ありがとうございました。この豚肉のね、脂がうまいんですよ、甘いんですよ。ここのそばはもう本当に世界一の十割そばで本当に美味しいです。後からそば打ちのための設備を作ったから、ちょっとそば打ちするには場所的に和食、ハンバーグとか生姜焼きとかの和食をやってたんですけど、たまたまこのいいそば粉に知り合ったもんで、それでそば屋になったんですね。うちの場合は本当に水と粉だけなんで木粉打ちって言うんですけど、これは木島平の名泉百水の龍光寺のところのお水です。そば粉が特殊だって言ったのは、もう5年間かけて土壌改良してオーガニックのそば粉なんで、化学肥料もこの30年ぐらい化学肥料入れてないんですよね。もう自然ほのかっていう商標登録を取って登録してるそば粉なんで、このそば粉じゃないとなかなか10割っていうのは難しくて、このそば粉はまあ極端な小学生でも長くなります。全然ちぎれないで小麦粉が必要ないっていう、そういうことですね。
は熱い方ですけど、水回しの感覚からいくとこれ以上薄くしちゃできる、破けていっちゃうと思うので。まあ正直売り切れたら閉店になります。でこれ乾燥防止でラップ、まあこれが入ってると取りやすいので取りやすいんですけど、いいですか。でこれで1回目終わりです。2回目入ります。これも一応湧き水です。これだとちょっと放置するだけ。でここのあんまり飲んで多分また食べれない。これで使われてたよ。これとあとこの入り口の針。取り付けとそばセットのミニフォーク。いらっしゃいませ。でしょうけど、ちょっと時間がないときはもう大体目分量です。いらっしゃいませ。みゆきポークって言ってさ、飯山市特産の
来ると思うけど。セットのザルが一緒だったので両方ともね、つゆと別に塩がついてますので、最初からいや、ちょっとやってる間に。今ちょっとずれてんだよね。いいよ、そばに。知事じゃあ2番お願い。よろしかったらタレつけずに塩とそばで召し上がってみてください。はい、この豚肉のね、脂がうまいんですよ、甘いんですよ。ありがとうございました。もちろんチェック。もう娘はここのお蕎麦しか食べないんで、しかもつゆもつけずに塩だけのここのお蕎麦はもう本当に世界一の十割そばで。言い過ぎです。いや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 、本当に美味しいです。やった、全然色が違う。あ、すごいすごい。歯ごたえも全然違う。このお塩でつけるものが一番美味しいです。これお値段も3分の1なんだ。確かに。だってこれでも高いってすごい価格人いるんだもん。かけそばのために。はい。はい、大ざるとざる泥。はい。こちら塩ついてますので、最初よろしかったらタレつけないでいただいて、塩とそばで召し上がってみて。すみません、ミニネギとろろですね。はい。失礼いたします。歯ごたえが良くて、香りがいいと思います。12時半は5名。そうか。小麦粉が入って打ち粉がいっぱい使
使ってるところっていらっしゃいませ。어때? 어제 그런 짜지는 않아? 너한테는 짤 것 같아. 면이 맛은 있어.ひき肉の代わりにそばの実が入ってる。だからベジタリアンでもお肉食べれない人でも食べれる。さっきより増えてる。さっきよりっていうか。こちらがセットの方。じゃあなめこ。はい。だるまそば。道で。ここ開かないと次の料理ができない。三年番茶っていう熟成した番茶を煮出してで梅と生姜で飲んでもらうと体が温まるんで、なんか食前に飲むといいんですって。まあその時あるもんでやるんで。紫芋もほとんど味付けしてないんで、ほとんどそのままでいいんです。こうやってひげと皮焼くとこの皮ごと使えるんですよ。そうなんですね。まあ消毒の意味もあるし、ちょっと皮目。南天の葉は食べれないからね。南天これは飾り。それは飾りです。はい。顔がちょっと今日来て。ここ出せる。多分食べれると思うんで、処理はしてあるので。はいどうぞ。ダメなんだな。どうも早いな。気が早いと。人によってはこれ好きだって人も当然いるんだけどさ。あ、飯？
跳ね出しで具揃いの麺ではあるんですけど、それもまたコシがあって、とても良いそばでした。昔からファンで理解します。どうぞ、ありがとうございます。手打ちそばということにねこだわってて、どうしてもその規格外こういったおそばが、多少出てしまう。だからちょっともったいないということでお店オープンしました。跳ね出しはね50食から100食ぐらい、季節によっても違いますけれども、早ければ11時開店なんですけど12時まで持たない時は結構あります、手打ちのその微妙なこう凹凸というか、それが喉越しがとても良くなる。北海道産が喉越しがいいんです。信州産は風味がいいっていうことで、両方ねいいとこ取りっていうか、そういう感じでブレンドはしてます。
せーの。厚さが揃ってないと正方形にならないので、そこら辺は気をつけてやるようにしてます。こういったのが種出しと割と
けになってます。はい、行きます。2番でお待ちのお客様、どうぞ。お待たせしました。ネギかけますか？ネギ、はい、少し。はい、どうぞ。3番でお待ちのお客様、お待たせしました。かけますか？いいや、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございました。早い時間に来ないとないので、前に1時とかに来たことがあって、そしたら売り切れてたんですごい残念だったことがあって、それから早く並ぶようにしてます。太さが違うのが入ってるので、食感も違うので楽しめるし、美味しいなと思って食べてます。お願いします。はい。17番、18番でお待ちのお客様、お待たせしました。はい、ありがとうございます。うまいね。うまっ。これがいい。俺もやっぱ量ありますわ。お
はい。来ました。おネギはかけますか？少し。はい。ありがとうございます。とても美味しくいただいて、跳ね出しで、確かに不揃いの麺ではあるんですけど、それもまたコシがあって、とても良い、麺でそばでした。以上です。いや。お待たせしました。はい、ネギかけますか？お願いします。63番でお待ちのお客様、ありがとうございます。ありがとう。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。私は初めて来ました。観光です。観光で。86番でお待ちのお客様、お待たせしました。はい。どうぞ。ありがとうございます。ここでいいです。はい、どうぞ。ありがとうございます。よろしいですか？はい。失礼します。お願いします。こちらで
ですね。わかります。ネギかけますか？いっぱいかけてよ。はい、どうぞ。ここの食べたらよそ食べられないね。美味しくて。113番でお待ちのお客様。はい、ありがとうございます。大阪から来て大阪のそばで美味しい。あ、美味しかったですね。よく来られてるんですか2回目か3回目ぐらいですね。ありがとうございます。先生。冷たいのか、あったかいのか。肉も美味しいしね、昔からファンで。いらっしゃいませ。すいません。はい、中で、はい、かしこまりました。いらっしゃいませ。少々お待ちください。半券だけいただいて。中盛りのお客様。はい、年かけますか。お願いします。はい、かしこまりました。はい。どうぞ、ありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。どうぞ。はい。
やだ、はい。どうぞ、はい。どうぞ。ごゆっくりどうぞ。ます。同じ雪村とか。